こんにちは。今日はですね、たった一つの物語がファンたちの熱い思いでまるで一つの宇宙みたいにどこまでも広がっていった。そんなもう奇跡みたいなストーリーを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。物語ってただ文字を読むだけじゃないですよね。僕たちの心にグッとくるものがあって、まるで音楽みたいに感情を揺さぶる力を持ってるんです。じゃあもしその一人一人が感じてた体験がさ、たくさんの人を巻き込むみんなでの想像に変わったら、一体そこでどんな化学反応が起きるんでしょうか。さて、ここから深く見ていきましょうか。この物語の始まりは、作者コロちゃんさんが書いた小説光かけら、光のかけらです。まず見てほしいのがこの数字。これすごくないですか？この小説に寄せられた感想コメント、その文字数を全部合わせるとなんと10万字を超えたんです。読者たちの熱量がどれだけすごかったかっていうのがもう一発でわかりますよね。いやー、10万字って言われても正直ピンとこないですよね。でもね、これって文庫本とかライトノベルだったら丸々1冊分に相当する文字数なんですよ。つまりファンたちはその情熱でもう一冊の光編を書き上げたって言ってもいいくらいなんです。じゃあなんでこの感想がそんなに大事なのかっていうと、それは単に面白かったの一言で終わるものじゃないからなんです。ファンが費やした時間、込めた感情、考えたこと、その全部が作者にとってはかけがえのない言葉の光り桁になったっていうことなんですね。これ作者のコロちゃんさん自身が分析しているのが面白くて、心のこもった感想が生まれるまでには3つの高いハードルがあるっていうんです。まず物語に心を動かされて、それを表現する言葉を考えて、そして実際にキーボードを叩いて行動する。この3段階を乗り越えて10万字は生まれたわけです。さあ次に行きましょう。言葉のエネルギーが今度はどうやって目に見えるものになったのか見ていきますよ。どんなに大きな動きも始まりはたった一つのきっかけなんですよね。この物語がファンの中でみんなが共有できるイメージを持つようになった、その決定的な瞬間を見ていきましょう。そう、すべての始まりはファンが描いたたった1枚の絵だったんです。文字だけで存在してた世界に初めて色を与えたこの作品が物語の運命を大きく変えることになるんです。この物語の核になるコンセプトが月光愛なんですけどね。アーティストのトアさんが描いたこの一枚の絵が、この抽象的な言葉に初めて具体的な形と色を与えたんです。これって色のない世界に生きてた主人公が初めて色を認識した、まさにその瞬間だったわけですよ。だからこの1枚の絵が果たした役割ってもうとんでもなく大きいんですよ。これがあったからこそ、この後に続くすべてのファン創作に共通のビジュアルイメージ、言ってみれば DNA が生まれたんですね。で、こうやってビジュアルの共通言語ができたことでコミュニティの創造性、これがね一気に爆発するんです。見てください、これ物語、音楽、映像、3つの違う才能がもう見事に一つになって一本の本格的なミュージックビデオが生まれたんです。まさに才能たちが奏でるコラボレーションのシンフォニーですよね。このミュージックビデオは小説の魂を映像と音楽の体験にまで引き上げたんです。つまりファンは物語を読んで感じて、そして今度は聞くこともできるようになったってわけです。さあここからはファンたちがどうやってこの物語の世界を広げてもっとリアルなものにしていったか、その過程を見ていきましょう。ここからね、世界がぐっと現実とつながっていくんですよ。アーティストの日比野さんは物語に出てくる架空の場所を僕たちが実際に行ける日本の風景と見事に結びつけたんです。このアートシリーズってもうファンを物語の世界に引き込む最高の聖地巡礼ツアーみたいになってるんですよね。広めの春の希望から始まって、千葉の夏の輝き、埼玉の秋の哀愁、そして金沢の冬の約束へ、ファンはキャラクターたちと同じ季節を巡り旅を体験できるようになったんです。でもアーティストたちが描いたのはただ世界の地図だけじゃなかった。キャラクターの心の中の地図まで描いたんです。主人公の心がまるで四季みたいに4つに分かれて描かれてますよね。これってまさにこの小説のど真ん中のテーマ、バラバラになった自分のかけらを集めてもう一度一つになるっていうその葛藤を一枚の絵で見事に表現しているわけです。
さて、いよいよ最後です。この物語がどうやってみんなのものになって創造のサイクルが生まれていったのか、振り返っていきましょう。このコミュニティの広がり、ちょっと見てください。もうすごいことになってます。インスタグラムとか SNS を中心にノートとかタイルスとかいろんなプラットフォームから全部で527件以上もコメントが寄せられてて、どんどん輪が広がってるのがわかりますよね。この言葉に作者とファンの最高の関係性が全て現れていると思いませんか？ファンが物語から光編をもらって、それをもとに新しい創作っていう光編を生み出す。で、その輝きがまた作者の次の創作の力になる。インスピレーションがすごく美しく循環してるんです。さて、最後はこれを聞いてくれているあなたへの質問です。この物語が教えてくれたように、たった一つの情熱が時には世界を丸ごと作り出しちゃうことがあるんです。あなたの情熱は次にどんな物語に命を吹き込みますか？